金や石を掘る。すると本来の資源と一緒に銀が溜まる。その銀をバリアー具造兵廠へ入れると武器、防具、建物の強化が6段階で育っていきます。これがマケドニア王朝の中心です。ビザンティンの見た目を借りていても貯水槽網やオリーブオイルで回す文明ではありません。現行パッチの上位5試合でも造兵廠は5試合全て銀をどこへ返すかが序盤から軍の形を決めます。最初に混同しやすい場所を挙げます。進化ランドマーク6つ、ジョシュ以降のバリアーグ親衛隊、経路資本はビザンティンとの共有要素です。大ワイナリーや鉄国の競馬場をマケドニアだけの建物とは呼びません。一方、水道橋につなぐ建設可能な貯水槽、オリーブ畑、オリーブオイル、傭兵宿舎、リニタネは親文明だけ、マケドニアには流用できません。マケドニア固有なのは、銀、造兵廠、バリアーグの牙城と先陣、ルーンストーン、そしてアトリエルマズル、ボブマズル、リダイなどの拡張バリアーグ軍です。覚え方は簡単です。進化の器は共有。キリの内政と軍事のエンジンは、銀とバリアーグ入れ替わっています。町の人が金塊石を取ると、その 40% に相当する銀もいます。大切なのは、銀だけを目的に鉱産を集めないことです。量子進化や重い兵に必要な金、町の中心や防御に必要な石を取りながら、2つ目の都市枠が育つ、と考えます。量子に入ったらバリアーグ造兵廠です。ここには武器、防具、騎兵防具、防御建物などを伸ばす6段階の強化列があります。造兵廠の影響下にある採掘所と町の中心は、預けた銀に基づく追加の銀も毎分生みます。鉱山の近くへ雑に置くのではなく、採掘所を影響へ入れ、長く使う場所で回収します。ただし、全部を一段ずつ取るのは銀の分散です。今出している歩兵の攻撃、今戦っている騎兵の防具、守りたい前線建物、盤面で働く一列を先に伸ばします。銀の正解は、最も高い技術性はありません。次の戦闘で働く技術です。固有建物は3つを役割で覚えます。1つ目、バリアーグの牙城。時代一から立つ、木200の軍事建物です。アトリエルマズーから偉大まで、バリアーグ兵の生産項をここへまとめます。木200は軽くありません。敵の騎兵が見えたら待機兵を急ぐ価値がありますが、安全なのに早く立てて生産を止めると、かなり高い箱です。2つ目、バリアーグ先陣。家のように人口上限を増やし、戦闘で十分な損失がたまると、選んだバリアーグ兵を無料で前線へ補充します。これは、兵をわざと失うボーナスではありません。互角の消耗戦で戻ってくる1体が、次の圧力を早める仕組みです。補充に必要な倍率は資料が矛盾するため、数字量は固定しません。3つ目、ルーンストーン。敵軍事ユニットを5体倒した後に刻むと、150秒が手バリアーグの射程、近接火力、移動速度をまとめてあげます。効果を使えるのは、すでに戦果を上げた後です。攻める前の永久強化ではありません。5体撃破を確認し、次の追撃や拠点攻めを合わせます。馬上は生産項、先陣は消耗からの補充、ルーンストーンは勝った直後の加速。この3つが同時に働くと、バリアーグ軍が一度の戦闘で終わらなくなります。アトリエルマズーは時代一の待機兵歩兵。食料70、木20で、近くに別のバリアーグがいると攻撃が早くなります。敵の騎兵を止め、騎乗兵や弓の城を守るのが仕事です。ただし弓兵と装甲歩兵には弱い。槍の代わりだからと単独で追わせず、遠隔兵と一緒に前線を作ります。ボグマズルは時代2の高齢者遠隔歩兵。食料40、木50です。装甲を貫く能力を使いますが、その間は移動が遅くなります。騎装甲の槍や歩兵を削るのが得意で、騎乗兵には捕まりやすい。能力を使う時ほど、アトリエルマズーか騎兵を前に置きます。初期バリアーグ親衛隊は時代2から出せる10歩兵です。強戦下で防御を下げる代わりに攻撃を上げます。短い時間で敵の前衛や建物を割るときは強い。出戻兵へ正面から歩かせると高価な損失になります。敵の円卓が固まる前か、騎兵が側面へ入った瞬間に攻撃へ切り替えます。リダリは時代3の10騎兵。食料130、金110で、近接火力と防御に加え、離れた相手を投げられます。逃げる遠隔兵一撃を届かせられますが、槍兵と土兵が苦手です。投げ斧があるから遠隔兵になったわけではありません。敵の槍をボブマズルで減らし、その後にリダリを通します。4兵種の接続は、待機兵のアトリエルマズル、対飛装甲のボブマズル、正面を割る初期親衛隊、側面と追撃のリダリです。一色に寄せず、敵の街頭へ2兵下目を足す。造兵廠の銀も、その2兵下の秩序の戦闘で主役になる側へ寄せます。進化ランドマークはビザンティンと共有ですが、銀の使い道とバリアーグ編成を合わせてやります。領主は大ワイナリーカ鉄国の競馬場。大ワイナリーは船引き所と修道院になり、範囲内の食料収集を 30% 上げ、繊維物を金ではなく銀へ変えます。安全に食料と長期の銀を伸ばす選択です。鉄国の競馬場は厩舎になり、チャンピオンの石膏、騎乗兵、後にはリダリを時間で無料生産します。序盤の視界と機動力を取り、牙城の歩兵と挟みたい時にやります。上司は、最初の丘の貯水槽、英語でスタン・オブ・ザ・ファースト・ヒルか、金閣庵の塔です。最初の丘の貯水槽は9回分のチャージで軍事生産や研究を加速します。採掘廠、伐採廠、畑使えば、
60秒で160資源を得る。銀強化を急ぐ研究万年や足りない資源を補う選択です。金閣安の塔は視界と防御を持ち、土兵を時間で無料生産します。重歩兵や騎兵を止める遠隔火力が欲しく、前線を守る時の選択です。帝王は外国人技術者中隊かパラティンナッコウ。技術者中隊は銀で一部の外国攻撃兵器を出し、パラティンナッコウは銀でエリートカタフラクトをまとめて出します。城を割る道具なら技術者中隊、正面と側面を10騎兵で厚くするならパラティンナッコウ。どちらも銀を大量に使うので、増兵将技術と同時に欲張らず、勝ち筋を1つ選びます。現行パッチ11308の上位公開試合は、4選手、5試合、3勝2敗で、勝ち試合だけを集めてはいません。量子進化は5試合すべて、中央値は4分24秒、帝国の競馬場は4試合でした。増兵将は5試合すべて、中央値6分35秒、牙城は4試合、十分心得以内の上司進化も4試合です。つまり共通時系列は、競馬場で機動力を取り、増兵将で銀を分へ変え、上司の選択肢速く触る形です。一方、先人とトリールマズーは3試合、大ワイナリーと追加マスの中心は同じ1試合だけでした。上司ランドマークも、金閣安の塔が3試合、最初の丘の貯水槽が1試合、無料土兵と防御を取るか、資源と研究の加速を取るかに分かれました。この5試合は最善手の証明ではありません。初心者が再現しやすい共通格と、敵や資源で変える側を分ける材料です。1つ目、両手前は金を取り、真打と銀を同時に準備します。敵の騎兵が早ければ、競馬場だけは急がず、牙城とトリールマズルを先にします。2つ目、標準入り口は鉄国の競馬場。石膏と騎乗兵で敵の兵士と弱い資源を見つけ、その情報から牙城の一兵仮面を選びます。3つ目、増兵将は今使う兵集中。槍を止めるボブマズル、騎兵を受けるトリールマズル、正面を割る親衛隊、次の戦闘に参加しない技術は後回しです。4つ目、優勢の使い道を決めます。土兵と守りなら金閣安の塔、資源と研究加速なら最初の丘の貯水槽、安全な長期内戦なら大ワイナリーや追加マスの中心も候補です。例えば敵が槍を増やしたら、競馬場の騎兵を増やし続けません。ボブマズルを足し、槍を削ってから側面へ戻します。敵が10歩兵を貯めたら、上司と金閣安の塔を急ぎ、無料土兵が合流する時間を作ります。見る筋は銀の総量だけではありません。敵兵種、今の生産、鉱山の残量、次の進化、この4つをつなげると、銀が分量へ変わります。マケドニアの失敗は、銀の技術を拾っ取りすぎることです。6段階あるからと全部手を出すと、主力の一列が完成しません。技術があっても、その兵が戦場にいなければ銀は働かない。先人も、無料補充をもらうために兵を失う建物ではありません。悪い交換を続ければ、補充より先に資源と前線が崩れます。ルーンストーンは5体撃破後の150秒。戦う前から常時強いわけではありません。発動の条件と次の攻めを合わせます。そして、アトリエルマズルだけなら弓、ボブマズルだけなら騎兵、親衛隊と左だけなら土兵と槍で止まります。銀の強化は、兵種相性を消しません。二兵亀と通常ユニットを混ぜ、相手の回答を先に増やします。最後に4つだけ持ち帰りましょう。1つ、マケドニアは金と石の採掘から銀を得る。2つ、銀は増兵将の6段階強化へ入れ、今使う兵から出注する。3つ、牙城で生産、先陣で補充、ルーンストーンで勝った直後加速する。4つ、上位5試合の共通格は、帝国の競馬場、増兵将、そして早い上手。ただし内政と上司ランドマークは盤面で分岐する。以上、砦要でした。次の一戦では、銀をいくら持っているかではなく、その銀ラジの戦闘に参加する兵へ変わっているかを見てみましょう。